の方にね見ていただいてますね。本当は雑談がしたいんですけれどもね、見に来ていただいた方が歌をお求めになっているのか雑談をお求めになっているのかちょっとわからないんですけれども、ちょっとね控えている発表会のねお話をね今日はねしたいなというふうに思っているんですけれども、直近のねショート動画を見ていただいたら分かりますように、私ちょっと2日後なんですけれども、日曜日11日にですね、発表会というか厳密にはカラオケ大会なんですけれども、そちらを控えておりまして、今日はそのリハーサルを兼ねてですね、このようなライブ配信を久しぶりにさせていただいております。で、カラオケ大会ってね皆さん、どんな感じのものをねご想像されるでしょうか。カラオケ大会と一口に言ってもいろんなねタイプのものがあるんですけれども、今回私たちが出させていただく大会っていうのは皆さんからすごい結構高額な、会費を集めて賞金をドカーンと出すっていうような割とそういう大々的なタイプのカラオケ大会も結構あるんですけど、そういうのではなくって本当に地域振興みたいなのを目的にした本当地域の公民館みたいなところでちっちゃなねホールみたいなところで行われる、小規模なっていうかねアットホームな感じの、多分そう想像してるんですけれども、初めて参加するんで、カラオケ大会でして、で私も西もですね以前はさっき言ったようなドカーン系のねカラオケ大会ね、勝てばすごい賞金もらえるみたいなで参加費も結構取られるみたいなカラオケ大会何回も挑戦して、西なんか結構優勝したりとか入賞したりとかしてるんですけれども、私は全然成績を残せたことがなくて、それはひとえに私が未熟ゆえなんですけれども、ただね参加してきて思うのは、ああいうところのカラオケ大会の審査員の方ってほとんどが演歌系の先生なんですよ。で演歌の先生が審査されるからけれども、出場者の方は演歌の方だけじゃないんですよね。もちろん歌謡曲歌う人もいれば J-POP 歌う人もいるし、すごくレアですけど私みたいにミュージカルを歌う人間がいるんですよ。で演歌の先生っていうのは演歌についてはやっぱりお詳しいけれども、ちょっとそれ以外のねジャンルに関しては分かる方もいらっしゃるけれども、正直分かってないんじゃないかなっていう審査員の方もいて、でやっぱり人の審査っていうのはねどうしたってばらつきとかその人の好みとか思考みたいなのがどうしても加わるので、私はね公平な審査じゃないなって毎回思ってたんですよ。で特に私みたいなミュージカル歌いっていうのはね、演歌の世界の先生からしてみたらめっちゃ歌いすぎっていう風に判定されてしまうんですよ。さっきも何やったっけうるせえみたいなねコメント入ってましたけれども、そう人によってはうるさいっていう風に感じられてしまうジャンルっていうか、そこがミュージカルの良さではあるんですよ。それがやっぱり舞台で聴いてたら迫力があってその世界観にドーンと浸れるっていう良さがあるんですけれども、そこはやっぱりちょっと演歌にはないちょっと世界観で、演歌の先生になかなかねミュージカルは、理解されにくいなっていうのが今までの挑戦の中で感じてきたところなので、だから私はちょっとねカラオケ大会っていうのを出るのも控えてきたんですよ。で西はそんな私に付き合ってくれてるというかカラオケ大会でルールにこうやって西の活動を優先してくれてるんですけれども、今回はね、そういう地域振興みたいな形のちっちゃなカラオケ大会だからちょっと久しぶりに出てみようかって、たまたまそのホールの前を通った時にポスター貼ってあって見かけて、で参加費もたった1000円ですよ。めちゃめちゃ良心的です。大きなところだったら1万円から3万円ぐらい取りますからね、でも1000円で出させてくれて、しかもフルコーラス歌わせてもらえるんですよ。フルコーラス歌わせてくれるカラオケ大会めちゃめちゃレアですよ。大抵のカラオケ大会はワンコーラスです。でワンコーラスで曲の全容が分かるのってほんま演歌なんですよ。演歌ってほら同じフレーズを1番2番3番って歌うじゃないですか。だからだいたい1番を歌ったら分かるっていうのはなんとなく想像がつくんですけれども、ミュージカルで1番だけって言ったら曲のなんていうストーリー全然伝わらないんですよ。だってミュージカルの歌い出しって大抵語りだし、もうそろっとこう物語を伝えるっていう感じで、クライマックスはもう後半っていうか最後の方にこそあるんですよね。だからワンコーラスしか歌わせてくれないカラオケ大会にミュージカルで出るっていうのはねやっぱりね無謀っていうかね、そんな感じなんですよね。でも今回の、カラオケ大会はちゃんとフルコーラスで歌わせてもらえるっていうことで参加費もたった1000円、その代わ
商品って書いてました。賞金ではないです。商品は上位3名の方と書いてあったけども、私たちからしたらもう商品別にええわみたいな感じで、審査基準なんですけど、これはね私とっても公平だと思うんですけど、カラオケの採点機の点数で、優劣がつくと。でも私ねそれでいいと思うんですよ。もうカラオケ大会やるんだったら、なんか人の意思とか意図が入ってしまうとね、やっぱりうまい下手ってやっぱその人一人一人の価値観なんで、私はねちょっと大げさな言い方かもしれないけど、結構神の領域じゃないかなっていうふうにね思ってまして、人がやっぱり人を審査するっていうことそのものにちょっと疑問を感じてるんですよね。だからもうそれだったらもう採点機が出す点数っていうのの方がよっぽど公平だなっていうふうに思うんで、だからもうその採点形式のカラオケ大会っていうことで、もう別に勝てなくてもいいや、だって出場料1,000円だしねみたいな感じで、私たちがじゃあ出る目的は何なのかって言ったら、いろんなタイプの本番に慣れていきたいねと、こういう配信にのみならずですね、リアルでのいろんな大会とか、来月は実は老人ホームでのリサイタルもね予定されておりまして、そういったいろんな形で生で皆さんに歌をお届けするっていうことにねどんどん慣れていきたいなっていうので参加するっていうのが、大きな目的としてやっております。会場にねたまたま居合わせた方の何か心に残ればいいなっていうふうに、そんなパフォーマンスができたらいいなぐらいな感じでね、今回は気楽に参加しようとは思うんですけれども、とはいえやっぱりせっかく出るからにはねできれば出来のいいものをご披露したいというふうに思ってますので、最近のショート動画でねクリスティーヌチャレンジね、最後の高音出るかなみたいなことやってますけれどもね、よかったらそっちの方もねチェックしていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、長いお話でしたけれども結構聞いてくださってますね。皆さんありがとうございます。葵さん、日本では審査員がプロデューサーや演出家ではない歌唱大会は、楽天的に評価されることが多いかもしれませんね。私個人的にとかなんとかして箱とか満員とかにした会場とかの拍手とかのデシベルとかで審査されてほしい。なるほどね。いや本当にそれは的を得てて、私のほんま価値観なんですけれども、もう歌も含めてこういうエンターテインメントっていうのはどんだけお客さんを喜ばしたかっていうのがいっちゃん重要じゃないかなと思うんですけれども、やっぱりカラオケ大会の審査員っていうのはもう本当にピッチが正確かどうかっていうところとかね、綺麗に抑揚をつけてうまく収めれてるからとかね、本当にそういう割と四角四面なところで捉えていくっていうかね、減点方式なんですよ基本的に。だから音外したら減点っていうね、ちょっとリズムが走ったな遅れたなって言ったら減点とかいう感じなんですよ。だからこういうカラオケ大会で勝ちやすい人っていうのは選曲とかも含めてもう攻略法を分かりきってる人がほんまに機械みたいに歌って優勝するみたいな感じで、それはね感動というものとはまた別なんですよね。私の個人的な意見ですけれどもね。だからいつもカラオケ大会のなんか結果聞いて優勝者というか上位の人たちの顔ぶれ見た時、この人そこまで印象残らんかったけど、うまかったけどもっと上手い人おったと思うでっていつも思うんですよ。けれども多分審査員からしてみたらいやでもあの人は音外しとったでとか、ここはちょっとねゆらゆらしとったでとかね、多分そういうところで減点してて勝てないっていうことだと思うんですけれども、私はやっぱりねお客さんを喜ばしてなんぼやとこの世界は思いますんでね、偉そうなこと言うてますけれども、だから出ないんですよ。カラオケ大会嫌いなんですでも今回はねちょっと毛色が違う大会なんで出ようかななんてね、思ってますけれどもね。そうなんです。拍手のデシベルっていいですよね。ほんまにそう思いますよ。お客さんのね反応っていうのはやっぱり考慮に入れるべきだと私も思うんですけれどもね、その審査員が何なんじゃってちょっとお前生意気やなって話なんですけど、いやほんまに神なんかって言いたいんですよ。しかも演歌しかわからない人に神なんかってね、洋楽とか J-POP もそうだし、もうミュージカルなんかもそうですけれども、例えばシャンソンとかね、わかるんかって本当にね言ってやりたいんですよね。だから機械採点の方がええでっていう話でね、はい、そういうわけでだいぶ人数減ってきたんでねこの辺で話を終えようかなというふうに思うんですけれどもね。それでは